Hey everybody, Josh Bass here. こんにちは、Josh Bass です。今回のビデオでは僕が日頃皆さんから多くのリクエストをいただく質問の一つ、太いキックの作り方についてお答えします。これから紹介する手法は僕が自分のリリースする曲を制作する際、特にミニマ、ナルの曲でよく使用する手法であり、トラックに力強いキックドラムを加えることで曲全体にエナジーを吹き込むことができます。それでは僕がよく使う手法を紹介していきます。この手法ではパンチを加えたいどんなキックドラムにも非常にシンプルに適用することができます。はい、それではまずここにキックを抜いたくのようなドラムパッドが配置されています。ブラウザを開いてキックドラムのサンプルを挿入します。僕のサンプルフォルダにはこの感じでキックドラムのループが保存されています。ここではこのサンプルを使用しましょう。ブラウザを閉じます。このループサンプルから1パック分のみを使用します。コマンドプラス E で使用したい部分以外を削除しましょう。使用したいキックのショータが用意できました。そしてループの針を2拍目にドラッグします。キックの刃の一番頭からサンプルを使用するためです。OK。今、ここが一番重要なポイントです。ここさえ分かれば大丈夫ですよ。皆さんはよくサンプルの頭が一番なる部分だと思ってるんですけど、実はここが一番なってる部分なんです。ので、スタートマークをここに移動しましょう。なので、グリッドオフに設定し、キックが一番太くなるポイントまで開始ポイントをスライドさせます。これで1パック目の頭からキックを一番太くならせることができます。サンプルの後半部分も少しカットしましょう。編集したサンプルをコマンドプラス X でカットし、コマンドプラス V でペーストしましょう。そしてサンプルの頭を少し引き伸ばします。キックサンプル全体を最大限に生かしたなりしカットをさせるためです。それではおさらいしてみましょう。波形の一番大きな分母の一番力強くなりしたい部分に移動して、サンプルの頭の分母を引き伸ばし、サンプルの最大限に鳴らします。出来上がったサンプルを複製したい場合には、例えばこの場合では、グリッド上に1パック分の頭から最後まで複製する代わりに、1パック目のグリッドの一粒前からサンプルの最後の部分からそれと同じ長さだけ前までの部分を複製します。これにより1パック分ずつきれいに複製することが可能です。この手法は1パック目にキックを置きたい場合以外にも使用することが可能です。また、キックのみならず、楽曲全体にこの手法を用いることで、効率的に楽曲を仕上げることが可能です。キックだけを太くならすのではなく、スネア、ハイハット、ボーカルサンプル、シンセヒッツなど、その他のパートすべてもサンプルを最大限にならせることで、楽曲の仕上がりが変わってくることでしょう。それではお試しください。Enjoy!